質疑応答機会にお集まりいただきありがとうございます。定刻になりましたので、小惑星探査機はやぶさ2の取得画像に関する質疑応答機会を開始させていただきます。まずはじめに、JAXA 宇宙科学研究所はやぶさ2プロジェクトチームミッションマネージャー、吉川誠より、取得画像について、説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、では本日もたくさんいらしていただきまして、どうもありがとうございました。今日は質疑ということで、主に皆さんからのですね、ご質問をお伺いしますけれども、最初に簡単にですね、私の方から今日の資料というか、画像をですね、お見せしたいと思います。今日の目的はもうまさに最新の画像をですね、ご紹介するということになります。でその前に、現状のですね、はやぶさ2なんですが、本日の正午現在でですね、大体リュウグウまでの距離が 76km ということになっております。であと、相対速度ですね、リュウグウに対する速度、リュウグウに接近する速度がですね、秒速 0.4 メートルということで、これはもう人が歩く速度よりも遅い速度になっているということですね。今後さらにこの速度は小さくなっていくということになります。でこれまで6回のですね TCM、軌道制御というのをやってまして、すべて予定通りです。で残りあと4回を行いますと、いよいよ到着という状況です。で到着予定日は前回ご説明しましたように、6月27日前後ということで、これは今のところ変更はありません。はい、では早速なんですが、次のページからですね、このように最近のですね、直近のですね、画像が合計16枚ですね、あります。でこの各ページでですね、皆さんから見て、左側がオリジナルのピクセルそのものを出した画像でして、右側がですね、画像処理をして、ピクセルの間を平滑化して、さらに明暗をですね、少し強調した画像ということになっております。まず最初にざっとお見せしますと、まずこれが画像01と書いてありますが、6月18日ですね。でこの時はだいたい距離が216キロということで、この画像から順番にいきます。で、またここら辺もですね、距離的には200キロで、こんな感じになって、次がですね、ここですね、距離的に160キロぐらいになりますと、これが6月19日の日本時間8時の画像ですけれども、少し大きくなってきてですね、さっとお見せします。で、このようにどんどんいきますと、さらにこれが19日の14時。で、これが20日の7時。随分ここで大きく見えてきてます。で、こんな感じですね。で、一番最新の20日の、これですね、18時。日本時間20日の18時の画像ということで、ここまでなんですが、このようにですね、もう随分表面の様子が分かるようになってきました。で、簡単にこの一番最後のですね、このナンバー16の画像なんですが、これがちょうど100km ですね、リュウグウまで 100km のところで撮影したもので、これをご覧になって分かりますように、結構いろんな特徴があります。例えばこの真ん中に中央ですね、ここに割と大きめの、多分これクレーターと言っていいと思うんですが、丸い構造が見えると。それからこの、てっぺんですね、このてっぺんのすぐ脇にも、これも多分クレーターと言っていいと思うんですが、大きな、丸のように見える構造が見えますし、これ何か出っ張りもですね、このてっぺんに、なんかボルダー、大きな岩塊のような出っ張りも見えるということになります。あと、同様にこの真横にもですね、何かクレーターらしきものがあるということで、さらにですね、この小さなボツボツが見えますよね。これがおそらくボルダーと我々が呼ぶところの岩塊、岩の塊ですね、だと思います。で、まだ正確なサイズ、このリュウグウの直径はまだ分かりません。ほぼ900メートルだろうというのはいいんですが、正確な値が分からない、その理由はですね、まだ探査機とリュウグウの正確な距離が分からないからですね。これはライダーによるレーザー光線で直接距離を測ることができれば、その時点で確定します。今のところはまだ軌道の情報からなので、軌道情報誤差がありますから、正確な距離が分からないんですね。一応ここで 100km というのは、これはあくまで軌道のですね、推定から出している距離なので、実測した距離ではありません。ですから、ライダーによって距離が実測できたときに、この正確なですね、リュウグウの直径が分かるわけですけれど、とりあえず現時点では、大体900メートルという当初の
推定ぐらいだろうということになります。でそうしますと、この大きな丸い、クレーターのような構造、これがまあ大体直径200メートルぐらいかなと。でさらにこのちっちゃなボツボツですね、先ほどボルダーと言いましたけれども、このサイズが、ここで見えている範囲ですけれども、大きさがですね数十メートルぐらいじゃないかと、これ単純にこの幅が900メートルだとしてですね、この画像から見ているだけなので、また正確なですね情報にはならないんですが、一応そこまでが読み取れます。一つ戻りますと、これも、先ほどの、これ少しだけ位相がですねずれているだけなので、この3つですね、最後の3枚はこれとこれとこれは時点の位相がですね少しずれているだけですから、これが先ほど真横に見えていた、200メートルよりも小さそうなですねクレーター、ないしはここには溝みたいなものも見えているわけですが、まだちょっと解像度が悪いので、溝なのか、あるいは複数のクレーターが連なっているものか、まだよく分かりませんけれども、結構ですねたくさんの特徴があるということが、この画像からですね読み取れるところです。さらにちょっと戻りますと、あとはだんだんと距離が遠くなるので、小さくなってくるんですが、でもこれ、かえって小さい方がですね、形がよくわかると思うんですが、この形が非常に特徴的です。これこの後ご説明しますけれども、コマ、回すコマですね、コマ型、英語でトップシェイプと呼んでいる、典型的な形になっているということが分かりまして、実はこれがですねちょっと意外だったんですね。この意外な理由はこの後ご説明しますけれども、いずれにしてもこの、一見すると日本で言えばそろばんの玉みたいな形をしているんですが、これこういう形をコマ型、回すコマですね、コマの形とよく呼んでいるものになります。で、こういう形の、小惑星だったというのが、ちょっとですね、サイエンス的には少し意外だったということになります。もともと我々、以前お見せしていたように、こういうなんか丸いですね、形じゃないかと言っていて、あまりコマという形という表現はしてなかったんですね。でこれが一番初期の頃の形状モデルだったんですが、後にですね、少しだけちょっと大きさ小さく申し訳ないんですが、少しだけ形状がアップデートされてですね、こういう形状で、これは確かに見方によってはコマに見えるかもしれないんですが、誰もこれがですねトップシェイプだというふうに明言はしてなかったと思うんですね。というので実際に行ってみたらですね、本当にこの写真にありますように、綺麗なですねコマ型になっているということで、これが科学的には少し、というかかなりですね意外だということになります。ではその理由をですね先にご説明してしまいますと、これはその後につけてあります、他の小惑星ですね、この画像です。20ページになります。でこれはですね一番左側がベヌという、小惑星、これはオサイリス・レックス、アメリカのミッションで、これももうすぐですねこの秋には到着するんですけれども、その小惑星、ベヌという小惑星の形状モデルで、これはレーダーの観測が行われているので、その電波をですね小惑星に当てて跳ね返ってきた電波から形が推定できているんですね。でこれがまさにそのコマ型ですね、トップシェイプになっていると。でその隣のこの 2008EV5 というのもですね、これはヨーロッパがサンプルリターン計画をしていて、結果的にはミッションは不採択になってしまったんですが、その小惑星も、やはりこういう形をしてるんですね。でさらにこれ別のこのディディモスという、これは今、アメリカとヨーロッパ、特にアメリカの方がですね、この小惑星に、これ衛星があるんですが、この衛星に探査機をぶつけてですね、これはいわゆるプラネタリーディフェンスのための天体の地球衝突問題のためのミッションとして検討している小惑星なんですが、これもですねこのようにコマの形をしているというわけで、こういうコマの形をしている小惑星結構たくさんあるということは分かってたんですね。さらに次のページにも同様な資料がありまして、これは特に探査対象天体ではないんですけれども、このようにですね、これも全部レーダーによる観測だと思うんですが、このようなですね形が推定されていて、どれも似てるわけです。でこの4つとその手前のこの3つ、特徴的なことが1つありまして、自転周期が短いんですね。ここに書いてありますように、これが4時間ですね、3時間、それから2時間と、その次のページも、2時間台ですね、あと3時間台、そのように自転周期が早いわけです。でところがリュウグウはですね、7.5 時間ぐらいですね、7時間半ぐらいですから、自転周期が遅かったので、
遅いためにですね、実はこういう駒みたいな天体ではというのは想像されていなかったわけですね。それがポイントです。じゃあどうしてその自転周期に依存しているかといいますと、これはすでに研究はされていて、これはネイチャーに載った論文のビデオをちょっとお借りしてきたんですが、これくるくる回っている、もともと球形だったものがですね、くるくる自転の速度が速くなると、このようにですね、変形していくわけですね。まさにコマと同じです。で、こういったメカニズムで、コマ型のですね、小惑星になっていったんじゃないかという、すでに研究があるわけですね。で、この場合は、自転がだんだんと速くなっていくと、自転が加速していくという必要があって、その加速のメカニズムが、実はヨープ効果というメカニズムで加速するんだろうと言われています。つまり、先ほどお見せしましたように、速い高速回転をしている小惑星で、割と小型なものについてはですね、このような駒型になっていくんだという研究がすでにあってですね、ところが今回のリュウグウは、割と大型で、かつ自転もゆっくりなのに、行ってみたらですね、先ほどのように駒型だったと。これが科学的なポイントになっていくと思います。ちょっと戻りますと、で大きさも割と小さいんですね。この、ベヌーというのは500メートル弱、このヨーロッパが経過していたのも400メートル。でこれがちょっと大きいですね。リュウグウに近い大きさになっています。あと、こちらはですね、やはり小さいものとちょっと大きいものとこれ混ざってますね。というので、傾向的には小さい小惑星で高速自転をしていると駒型になっていると。で中にはこのように、2キロ、1キロから2キロぐらいのですね、もので駒型もあるので、大きさの方はある程度大きくてもいいかと思うんですが、基本的には自転周期が短いという、そういう特徴がこういう駒型のですね、小惑星にあるんですが、リュウグウは違っていた。ただ形は似ているということになります。ということで、これらすべてですね、まだ探査機が行ったわけではないですから、今回初めてはやぶさ2がこういうコマの形をした小惑星に行って詳しく調べると、ここら辺のですね、小惑星の形成メカニズムとか、あるいは進化ですね、進化のメカニズムが分かるんじゃないかと、これ非常にサイエンスチームがですね、期待しているところになります。はい、以上がですね、私からのまず主な要点でして、あとはこれはついでに先ほどのベヌーとかヨーロッパが検討していたサンプルリターンの小惑星の軌道を書いてみると、実はリュウグウとあまり変わらない軌道の小惑星であるということが分かる、それだけのものです。でさらにその後、24ページからは、これは今まですでに公開しています、これまでのですね、履歴を順番に書いたもので、今年の2月には、距離が130万キロのところにいたわけですけれども、だんだん近づいてきてですね、でこのようにどんどん近づいてきて、ついにこういう形まで見えてきたというわけですね。でさらにご参考までに31ページ、これはこれまで探査機が接近をした小惑星の一覧でして、このようにですね、大きな小惑星は丸いです。ベスタとかケレス、ケレスは今準惑星にも分類されていますが、この大きな、直径 500km を超えるような小惑星は、自己重力で、丸い形になっていくわけですが、他はこのように、バラバラなイレギュラーなですね、形なんですが、一つだけこのシュテンスだけは少し駒型に近いかなとは思いますけれど、いずれにしてもこのようにバラバラな形の小惑星だったわけですが、今回はですね、割と揃った、その駒型という揃った小惑星の一つに、はやぶさ2が行くことになったというのは、割とこれ重要な意義があると考えています。ついでに、ほうき星の方もこのようにですね、形的にはいろんな形があって、必ずしも駒型というのはないわけですから、今回の探査はそういう意味で非常にですね、面白いことになるんじゃないかなと思っています。はい、あと参考資料、これは単につけただけですので、これは必要に応じてですね、ご覧いただければと思います。では、私の方からまず最初の話です。はい、質問のある方いらっしゃいますでしょうか。ご所属とお名前をおっしゃってからご質問をお願いいたします。それでは真ん中の方からお願いします。産経新聞の日下ですけれども、ありがとうございます。非常に小型で、自転が遅いにもかかわらず駒型というのが意外だということで、形成過程についてのビデオも見せていただきましたけど、現時点で、まさにこれから研究されるということだと思いますが、現時点で、吉川先生の思い当たれるところで、このリュウグウのそういう形状がどうしてこうなったのかということについて、何か思い当たられることとか、ご想像されることはありますか。まだ細かい情報がないので、何とも言えないんですけれど、おそらくですね、やっぱりこういう形になるためには、かつては自転が速かっ
た、早くないとダメだと思うんですね。で、じゃあ何らかの理由で今現在時点が遅くなったはずで、その遅くなったメカニズムが、例えばヨープ効果というのは、ちょっとこれ、今ご説明してなかったんですが、太陽の光が当たって温度が上がってですね、表面温度が上がって、上がったところから熱放射が出た時の、その放射の圧力、力によってですね、自転の速さが変わるんですけれど、それが今度は減速方向に働いたか、あるいはこれ、先ほどのシミュレーションでですね、ちょっとご説明はしょっちゃったんですが、このネイチャーのシミュレーションでですね、これ見てると、物質が飛んでいくんですね。これは衛星です。この先ほどの駒型の小惑星には衛星があるものが多くてですね、でこれは本体から物質が飛び出て衛星となって、これですね、まさに今出てきましたけど、このように衛星となっているわけですね。そういった衛星が分離したときに、何か周期が変わったのかとかですね、あるんですが、ちょっとこれまだわからないですね。どうしてか、これまさに今後、このミッションで、いろんな情報を取ってですね、調べていくことになるかと思います。先ほど言い忘れましたが、このお見せした、これ、まずこの、ディディモスの、これバイナリー。バイナリーというのは2つの、小惑星の前に1つの衛星が回っている。それからこちらはすべて、バイナリーかトリプルというのは衛星が2つあるということなので、こういう高速に自転していて、駒型になっているものは、おそらくその表面から物質が離れてですね、衛星ができているんだと、そういう特徴があるんですが、一応今のところ、リュウグウの周りには衛星見つかってません。今までずっと衛星探索はしてるんですが、これまでのところ衛星はないことになります。駒型と分かったことによって衛星を持っている可能性が高まったとか、そういうことはあります？はい、このシミュレーションからすれば確かに衛星がある可能性あるんですが、ただ、少なくてもここに出てるですね、バイナリーとかトリプルと書いてあるものはかなり衛星が大きいんですね。ですから、そういう大きい衛星はもうあれば絶対見つかってますから、大きい衛星はないので、もう仮にあったとしても、どっかに飛んでいってしまったのかもしれません。あと冒頭の方でボールダーっていうんですか、そういうものが非常に目立つというようなご説明いただきましたけど、他の駒型の小惑星もそういうものは多いんですよ。これは探査されてないとわからないですか。先ほど駒型とか、あるいはそろばんの玉のようとか、どこに着目するかによっていろんな例えというか表現があると思うんですけど、例えばそういう眼界が目立つところからして、ちょっと凹凸が目立つから、コンペイトー型だとか、そういうような表現はどうでしょうか。そうですね、コンペイトー、もしかしていくつかこういう大きなですね、ここにもなんか大きそうなのがありますし、てっぺんにもあるので、こういうのがたくさんあると、なんとなくコンペイトーにも近いと言ってもいいかもしれません。ありがとうございます。はい、では、一番前の方、お願いします。マイク来ますので、お待ちください。時事通信の神田です。着陸探査との関係でですね、今日見た限りのこの指標の様子から見て、少なくとも着陸行ったのはいいけども着陸できないというのは、最悪の事態はなさそうには見えるんですが、その辺のちょっと評価というか感想をお聞かせください。はい、まず一つは、そんなに全体的な形がですねイレギュラーではないので、そういう意味では一つは安心材料なんですが、やっぱり着陸というのはローカルな狭い領域の凹凸が問題になります。ですから、例えば今出ているこの一番最後の写真なんですけれども、これが例えばクレーターだとしてですね、クレーターの、あまりリム、縁は傾斜が激しかったりして難しいかもしれませんけれど、もしこのクレーターの中身がですね、内部がもし平らとすると、そこは一つの着陸の可能性のある場所だと思うんですが、ただし、やはり着陸というのは本当に数メートルの岩があってもですね、これは危険になりますので、詳しくその場所を調べて、そこが本当に平らであるということを確認する必要があるので、まだこの画像だけですと、着陸のリスクがあるかないかはまだ言えないという状況です。の対象として、今見えている地形の中で、ここを見たら面白そうだというような、もしチーム内でそういう声が上がっている場所があれば教えてください。まだ今のところは特定はしてなくて、これ、どこを見ても面白いんじゃないかということで、当然、クレーターは面白いです。クレーター仮にクレーターとした場合ですね、した場合はそこにドカンとぶつかって、一応、地下が見えている可能性があるので面白い。これ、逆にクレーターではなくて、ここから何か物質が放り出された可能性もあって、それはまだもうちょっと調べないとわからないわけですね。あとプラスこの、岩塊ですね、ボルダー、この大きな
これ多分大きなボールだと思うんですが、あと小さいやつもですね、それが表面に対してどのような関係があるか、それをめり込んでいるのか、乗っかっているのかとかですね、そういったことも非常に面白いところなので、今のところ特定の場所、ここがぜひと面白いというのはまだなくて、これからですね、で特に今後、この表面のスペクトルですね、可視光とそれから赤外のスペクトルを取ると、物質の分布というか、物質の違いが分かる可能性があってですね、で特に目指しているのが有機物なので、その有機物がたくさんありそうな場所が見つかれば、そこがサイエンス的には非常に興味深いということになります。まだその観測してないので、まだ分かりません。はい、他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。では、お願いします。テレビ朝日の佐藤です。今回のですね、リュウグウの画像をめぐってはですね、インターネットとかで公開されてからですね、映画のスター・ウォーズのですね、デス・スターに似てるんではないかみたいな話もあって、またチーム内でもそういう声もあるようなんですけれども、そういったちょっと盛り上がりも含めてですね、コメントをお願いいたします。はい、そうですね、確かに特に、どうですかね、大きなクレーターが見えたときですね、もうこんな感じですかね、デススターに近いというのは、チームの中からも出ていて、あともう一つ、ガンダムの、ソロモンですかっていうのにも近いんじゃないかという話もあって、チームの中でも割と形がですね、当初の、こういう単純なお団子型とは違っていたというので、結構サイエンスの人だけじゃなくて、衛星を運用している側ですね、衛星運用の工学の方のチームのメンバーにとっても、この形、非常に関心が強いとなっています。はい、チーム内からもそういう評価があったということなんですけど、吉川さんとしては何に似ているというふうに思われますか。はい、私は単純にそろばんの玉に一番近いかなと思いましたけれども。はい、ありがとうございます。はい、質問のある方。はい、では、前の方お願いします。ライターの荒船です。駒形の形状と自転の関係でちょっと聞きたいんですけども、この、駒形の自転が遅いっていうのは、リュウグウ自体が逆回転してるからってことも関係はしてくるんでしょうか。多分ですね、順行回転、逆回転で、多分違いはないと思うんですね。どちらに回ろうと高速自転をすれば駒形になると思います。はい、リュウグウは得られている画像から逆回転じゃないかって言われているのは、それは自転の回転はそれが逆ってことでいいんですよね。はい、これは画像の向きで、まさに地球とは逆向きに回っているということになります。吉川さんから見て、この今、リュウグウの形とかの自転の軸とかが明らかになってきて、一番の驚きのポイントってのはどこでしたか。はい、まず形につきまして、今言いましたように、本当に割と綺麗なですね、駒形になっているのが驚きです。あと、自転についてはですね、当初かなり自転軸が垂直から傾いているという予想があったんですが、そうじゃなくて、割と垂直に近いと、せいぜい傾き10度以内じゃないかなという推定が今出てきてますから、これはプロジェクトをやる側、ミッションをやる側にとってはついて割とすぐにですね、ぐるっと一周の全体の、地形が分かるので、これは今後の計画が非常に立てやすいということになりました。ありがとうございます。はい、他に質問のある方、では、後ろの方で、はい、お願いします。日本放送畑中と申しますが、一般論でも結構なんですが、その球形じゃなくて、その駒形であるということで、実際のその探査の作業に何か不都合があったり、あるいは逆に都合が良かったり、あるいは変わらなかったりと、その辺のところ、いかがでしょうか。はい、そうですね、基本的には変わらないと言っていいんですが、一つだけ気になるのはですね、確かにこの駒形で、特にこの赤道部分が張り出している、これ、リッジと呼んでますけれど、のような構造に見えるんですね。これ、もうちょっと形状を正確に、もっと解像度が上がったときに正確に見る必要があるんですが、この赤道部分が膨らんでいるとすると、もしかするとその傾斜がきつくてですね、はやぶさ2のやり方ですと、この画面でいうと、一番着陸、タッチダウンしやすいのがこの赤道部分になってしまうのそこの部分がですね、割と傾斜がきついと、タ
タッチダウンの時にリスクが出てしまうということになりますので、そこはちょっと気になりますね。で先ほどのように、ちょうどその赤道部分にこのクレーターがあってですね、これですね、このクレーターで、これがもし、このクレーターの内部が割と平らな場所だとすると、ここは割と降りやすいということになるんですが、ここにもし盛り上がりがあるとすると、ここがなかなか探査機にとっては、着陸にとってはですね、少し難しくなる可能性はあります。赤道を避けるようなこともあり得るということですか。そうですね、あまり避けられないんですね、これ探査機、ちょうどこれ地球から見て、こういうふうに見えるわけですけれども、探査機は地球と小惑星の間を、直線的に移動して着陸して戻るというやり方なので、あまりこの極右方向に行ってしまうと、探査機の向きが当然この地面に倣う方向になるので、太陽電池のパドルの向きが太陽の光が当たりにくくなってしまうわけですね。というので、あまりこの形状から言うとですね、この高緯度地方ですね、この上と下ありますけれど、あまりこういう極の方には着陸できない、基本的にはこの赤道周辺ということになります。はい、他に質問のある方では前の方お願いします。毎日新聞の永山です。まず駒形になるところのご説明、もう少し詳しく伺いたいんですが、イメージでは高速に回ってて扁平になっていく、なんとなく感覚的には分かるんですけれど、言葉で説明するとなると、どうして高速で回転していると扁平になって駒になると言えるのか。はい、そうですね、これはもう一度先ほどのシミュレーションをですね、ご覧いただきながらご説明するのがいいと思うんですが、まず例えば最初は、これシミュレーションですから、最初は丸い、形で、こちらが上から見た図で、これ横から見た図なんですけれども、とりあえずですね、丸い形になったとして、実はこれ、多分丸くなくてもよくてですね、どういう形でもよくて、とにかく早く回転するということが重要です。でこの図は、この茶色いのが表面の粒子、表面の物質で、白いのがその内側にある内部だと思います。でこれがですね、スタートするとくるくる回り出すと。でこれがゆっくり回っているうちには特に何も変化が起こらないんですが、これが何らかの原因で自転速度が上がっていきます。そうするとこれはもう遠心力で表面の物質がですね、これ表面っていうのはレゴリスで緩くついてるだけですから、回転速度が上がればですね、どんどん遠心力で特にこの一番赤道部分に集まっていったり、あるいは外れて飛んでいっちゃうわけですね。でこういう赤道部分が膨れた形状になっていくということになります。極域にあるレゴリスが遠心力によって赤道付近に集まってきて、それによって膨らみができるということですか。じゃあそもそもの天体っていうのは何らかのそういうなんか砂礫だとかレゴリスのような細かい物質で表面が覆われているというのが条件に。そうですね。これが一つが大きな硬い岩の塊だと早く回転しても何も起こらないので、やはり小惑星全体が一枚岩じゃなくてですね、細かい砂礫の集まりだろうということになります。わかりました。それと先ほどのお話に関連するんですけれども、この形状ずいぶん細かいところまで見えてきていて、ここはクレーターかな、ここはボルダーかな、で極域が傾斜がもしかしたら急かもしれないなというのを踏まえて、工学チームの方ではその着陸タッチダウン、これまで利用訓練いろいろなパターンでシミュレーションして考えられていたと思いますけれども、そのあたりの検討というのはもうすでに始められているんでしょうか。それはまだですね、やはり先ほど申し上げましたように、タッチダウンの場合には、もっとローカルな地形が見えてこないと何とも言えないというのがあってですね、もう少し接近をして、解像度の高いデータを得てからになると思います。ただ、基本的には極域に着陸は不可能なので、この赤道近辺でいい場所を探すということになります。はい、他に質問のある方、では、前の方、お願いします。すみません、NHK の水野ですが、27日の到着はですね、この赤道面の上空20キロに来るということでしょうか。そうですね、特に赤道、場所、どこからの20キロって決めてないですけれど、一応ライダーで距離を測ると、多分真ん中に当たると赤道面に当たりますから、赤道から、一応20キロということになります。つまり地球からこの竜宮向けてそのまままっすぐ来てるんで、
そのまま行けば、はい赤道の上空っていうようなイメージなんですね。そうですで20キロに行って、はい、でどうなんですか、一緒に追随して移動していくっていう感じですか。そうですね、20キロに到着したら、はやぶさの時と同じように、はやぶさ2もですね、この小惑星の周りを回ることはしないんですね。小惑星が太陽の周りを動いていくと、はやぶさ2も一緒に動いていくと、そういうホバリングって呼んでますが、一緒に追随して移動していくと、でそれが常に小惑星と地球を結ぶ線上に、で小惑星からの距離が20キロのところにいると、そういう形になります。でリュウグウの方が自転してるんで、はい、それ全体面が観測できるっていうようなイメージですね。はい、で先ほどクレーターってありました、クレーターは他の天体がぶつかったと思うんですけども、はいはい、岩塊ですか、岩の中で、それはどうやって、はい、できて、なんか先ほどめり込んでるのか、乗っかってるだけなのかみたいな話だったんですけども、どういう成り立ちが考えられるでしょうか。これもまさに一つの面白い研究テーマなんですが、可能性としては、一つはこのようにですね、もしこの大きな丸がですね、クレーターだとしてですね、これがクレーターだとして、天体がぶつかってきたことによってできたとすると、そこから衝突によって出た破片が乗っている可能性が一つあります。でもう一つは糸川のようにですね、小惑星全体がラブルパイル、瓦礫の寄せ集めたくなっていて、その小惑星全体を作っている、その構成物体ですね、それが表面にも出ているという可能性もあるので、これはもうちょっと小惑星の構造を見ないと何とも言えない。その後半の構成しているものが乗っかっているのはどういう意味でしたっけ。これは例えば糸川の例はですね、糸川ってラッコ型をしてましたけれど、糸川もあれが一つの大きな一枚岩じゃなくて、たくさんの細かい瓦礫というか岩塊の集まりでなっているわけですね、と考えています。でそういう細かい岩塊がそのボルダーとして見えているということです。はい、他に質問のある方、では隣の席の方お願いします。フリーランスの秋山です。小惑星のリュウグウのですね、自転軸などもあるってはっきりしてきたということで、南極、北極、赤道は赤道でいいんですよね。南極、北極というのは、もうこの画像で言えるのかということと、あとすみません、もう一つ観測してある程度小惑星の地図を作ってからはやぶさの時に小惑星に地名をつけてですね細かく分かるようにしたというのがあったと思うんですけれども、これはリュウグウの場合いつ頃になりそうかという2点お願いいたします。はい、わかりました。まず南極、北極という厳密なですね、南極点、北極点という意味で言うとまだ分かりません。これは到着した後ですね、7月、8月とかけて精密に自転軸の向きとか、あるいは自転周期とかを決めるので、本当に最終的に決まるのがいつかはまだ分かりませんけれども、到着してからデータをたくさん取ってから決めるので、本当の南極点、北極点というのはまだ決まらないんですが、でも、この画像から言うと、これ、逆光自転してますので、この下の方向がですね、いわゆる北極になって、上の方向が南極だという、大雑把なことは言えます。はい、あと表面の地名ですけれども、これは今、プロジェクトの中で議論はしていてですね、まだ全然決まってないんですが、これについてはこうやって地形が見えてきてですね、どの地形に名前をつけるべきかと、これは単に名前をつけているだけじゃなくて、一応理由があって名前をつけるんですね。例えばサイエンス的に調べられる、重要だっていうと、あのクレーター、このクレーターって分からないので、名前をつけるわけですが、そういった意味でまず表面が確認できればですね、特にクレーターとかには名前をつけるので、それについては今、まさにプロジェクトの中で具体的な内容を検討しているところです。でこれは勝手につけられなくてですね、国際天文学連合ですね、IAU の方に申請をする必要があって、まずはその手続きを始めようとしています。ありがとうございます。はい、他の質問の方、2つ後ろの席の方、お願いします。NHK の古市と言います。ちょっと話題が変わって申し訳ないんですけど、TCM の方なんですが、これまで6回やってると思うんですけど、これはもう極めて順調と言っていいのかということと、あとこのままいけばノミナルド27日に到着できるのかということと、
あと、最終的に到着っていうのは、何のデータを持って到着って判断されるのか、これ、さっと教えてください。はい、わかりました。はい、これ、参考資料のこの図ですね、これ、先週の記者説明会でお見せした図と同じなんですが、ここにTCM、軌道制御ですね、TCM、トラジェクトリーコレクションマヌーバーといいます、位置が書いてありまして、現在、この6回目まで、終わったということになります。でそれぞれの TCM、これ速度制御をしているんですが、すべて順調です。予定通りの速度制御をしておりまして、予定というのはその都度軌道をちゃんと調べてですね、で一番いい適した速度に合わせるので、事前に分かってた速度というよりは、その場その場で、現在の軌道に対してどのくらいのスピードをするかというので、これ、本当に秒速もうミリメートル単位ですね、ぐらいで、本当に細かい制御をやってます。で今のところ予定通りに速度制御は完了しています。で残り4回分ですね、必要で、一番最後の TCM10 というのは、これまさに到着の日です。到着の日に小惑星からの距離20キロのところに静止させる、その一番最後の速度制御がこの最後の TCM10 というものになりますので、一応このようにですねやっていくと、20キロのところにとどまると。でこれで到着だっていうんですが、その20キロを確認するのはライダーです。レーザー光線で小惑星にレーザーを当てて、その往復の時間を見て距離を測定するということになります。一応相対速度もモニターします。相対速度もゼロにします。20キロのところで静止というのは、小惑星に対する速度がゼロになるというので、これはドップラーですね、電波の周波数の変化をモニターしてますので、これも確認します。これは両方同時に行うというのがはい、目指しています。はい、他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。では一番前の方お願いします。共同通信の末と申します。ありがとうございます。ちょっと表面の現状でちょっと伺いたいんですけれども、クレーター、先ほど直径もしかして200メートルぐらいあるんじゃないかというお話でしたけれども、リュウグウの大きさが900メートルとすると結構なんか大きな印象を受けるんですけれども、これぐらい大きいのって不思議ではないんでしょうか。そうですね。小惑星の中に割と大きなクレーターがあるものがあってですね、これも先ほどの小惑星の一覧のこの図を見ていただきますと、このシュテンスなんていう、この一番これですね。この小惑星、ここに割と大きなクレーターがあるんですね。このシュテンスというのは直径が7キロ近くあって大きいんですけれども、こういう7キロに対して、全体の半分までいかないかもしれませんけど、大きな穴がありますから、こういう大きなクレーター、珍しくはないですね。あと1点、これもちょっと雑白な質問で、見たとき驚きがあったということでしたけれども、ようやくこういった鮮明な姿というか、姿が明らかになってきて、率直なワクワクとかそういうなんか感想があったら、ぜひまたお聞かせいただければと思います。これ、本当に今、ワクワクしてますね。やっぱり糸川の時もそうだったんですね、はやぶさの時もそうだったんですが、糸川が見えてきて、はやぶさの時には糸川の形は事前に分かってたんですけれど、表面の様子がですね、あんな凸凹だらけだったっていうのは本当に驚きだったわけですね。で今回は形はあまり分かってなくて、いったらこういう駒形だったというのが一つの驚きで、さらにはこれからなんですけどね、この表面の様子がどうなってくるかというのが非常に興味深いですね。まだこの解像度だと、まだ大きなクレーターとか大きなボルダーがあるなということぐらいしかわからないので、もうちょっと表面が鮮明に見えてくると、多分こんな小さな天体ですけど、いろんな特徴があるはずで、それがどういう特徴なのかが非常に今、関心を持っています。はい、他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。一番後ろの方お願いします。ありがとうございます。朝日新聞の浜田と言います。形状についてお尋ねなんですが、まず先ほど吉川さんがおっしゃったこのリュウグウを詳しく調べると、その小惑星の進化とか形成のメカニズムが解析できるのではないかとおっしゃったのは、これは小惑星全体リュウグウだけではなくて、小惑星のその形成過程全般に関して分かることがあるかもしれないという、そういうお話でしょうか。はい、これは最終的にはそうなんですけれども、とりあえずですね、この
最近非常に話題になっているこの駒型のですね、この、いくつかこの事例がありますけれど、みんな似ている形をしていてですね、こういう駒型の小惑星についての形成過程がまずは分かるんじゃないかと。それを通して今度はさらに他の小惑星にも話が発展するかもしれませんけれど、まずはまさにリュウグウと同じようなこういう一連のですね、たくさんある形の小惑星のですね、似たような形の小惑星の形成過程というのが非常に面白いと思っています。ありがとうございます。あと大きさが比較的小さくて自転が速いものというふうにおっしゃっておられましたけれども、どこからどこまでが大きい小惑星なのか小さい小惑星なのかとかですね、いわゆる自転が比較的速いというのはどのぐらいのもの、何か基準があるのか教えていただけますか。はい、特に基準はなくてですね、ここに並んでいるものは簡単に言うと小さいと言っていいんですけど、特に基準はなくて、実際の小惑星としては発見されているもので、本当に大きさが数メートルのものも発見されてますし、大きい方はもう何百キロもあるわけですから、小惑星って本当にバラエティに飛んでるわけですね。あと自転もですね、今自転が速いと言ってますけれど、ここで速いと言ってるのは、4時間より短い、3時間とか2時間の自転周期のものを速いと呼んでるんですが、これもものによってもっと早く数分で回っているようなですね、小惑星もあるぐらいですから、小さいですけどね。なので小惑星って本当にいろんな性質のものがあります。で、今この場ではですね、小さいと言っているのは、1km 以下ぐらいの天体を小さいと呼んでいて、で自転周期が速いというのは、自転周期が、3時間前後というものを速いと呼んでいます。ありがとうございます。あと最後にすみません、自転する方向と、あと速度に関してなんですが、まず速度に関して、さっき何らかの原因で速度が遅くなったんじゃないかということをおっしゃっておられましたが、一般的に速度が遅くなることというのは、どういうことが原因が考えられるんでしょうか。はい、これは速度が速くなる原因、遅くなる原因、両方あるわけですけれども、今一番注目されているのがですね、ちょっと資料には、挙げてなかったんですが、多分そういうご質問があるかと思って、別のものをちょっと、探してきたんですが、このヨープ効果というものがあってですね、これが最近かなり注目されているんですね。でこれは先ほどちらっと言葉でお話したんですけれども、太陽の光が当たって小惑星の表面温度が上がると、その上がった温度のところから赤外線で熱放射が出るんですね。その熱放射の反作用として力が働くという、そういうものが自転の速度を変えていくんだという理論がこのヨープ効果という理論です。これちょっと略語長くてですね、ここにヤーコフスキーなんとかなんとか、この頭文字を取ったのがヨープ効果というもので、もともとはこのヤーコフスキー効果というのがあってですね、これちょっと話がそれますけれど、これは小惑星が自転をしているところに太陽の光が当たるとですね、今小惑星、例えばこの外側の小惑星はこっち向きに回っていてですね、で太陽の光が当たると、ここがお昼になるんですが、お昼をちょっと越したあたりが一番温度が高くなってですね、ここからたくさんの赤外線が出るんですね。そうすると、赤外線がこっち向きに出ると力は反対向きに働くので、この小惑星の軌道運動の速度を速める方向に働くと。そうするとこの軌道が変わっていく。これがヤーコフスキー効果と言います。これ逆向きに回っていると今度軌道の速度が遅くなる方向に働くわけですね。でこのすでにヤーコフスキー効果があるというのはもう観測でも分かっていて、これがですね、さらに自転でも、例えばこのこれはアイザの北里先生が作った図なんですけれども、これこういう何か出っ張りがあったりしてですね、で自転するときにこっち向きとこっち側とこっち側で赤外線の放射の力が違うとすると、どんどん加速したり、あるいは減速したりする方向になっていくだろう、そういう理論があって、これが一番注目されています、自転周期を変える理論としては。ありがとうございます。回転の方向はこれによって方向が変わったりすることもあるんですか。そうですね、自転の向きは、向きまで変わるのは多分少ないと思います。つまり、はやぶさ2がですね、いわゆるなんていうんですかね、右回りと言っていいんですかね、という方向に回転しているのはなぜかを知りたいんですが。これは小惑星によってですね、いわゆる巡航、地球と同じ方向に回っているものと逆向きに逆行しているものと両方あるんですが、これは
の小惑星ができた、誕生した時に多分遡るんじゃないかと思います。物質が集まってきて小惑星になる、あるいは一旦できた小惑星に何かがぶつかって破片としてバラバラになると、その時にどっち向きに回転が始まったかにかなり依存するんじゃないかと思っています。はい、他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。お願いします。すみません、日本テレビの井田です。勉強不足で大変恐縮なんですが、先ほどこのリュウグウの形が駒型で、英語で言うとトップシェルの典型的な形っておっしゃったんですが、いわゆる駒型の小惑星っていうのは、用語としても存在する駒型小惑星っていうのがあまり日本語で駒型というふうな言い方はしてなかったかもしれないですね。英語でトップシェイプ、トップシェイプシェイプは形です。トップです。とにかく駒ですね。トップという、言い方を論文ではしてますね。で、あまりこれまでこの形がですね、有名になってなかったことも、専門家はしてたんですけれど、一般的にはあまり知られてなかったので、日本語ではあまり駒型という言い方はしてなかったかもしれないです。単に訳しただけです。駒型の駒っていわゆる駒回しの駒。そうです。駒回しの駒です。はい、で、じゃあなんていうか専門的に言うと駒型のに似ている、近い。はい、そうです。けど先生から見るとそろばんの玉にそうですね。日本だと米ゴマっていうのがあって、米ゴマはこのちょうど半分ですよね。で、なぜか英語の場合はこういう形を駒とトップと呼んでいて、でトップシェイプの小惑星という言い方を論文ではされています。なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい、他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。お願いします。2列目の方、お願いします。すみません、ライターの林と申します。これから詳しい表面の探査をして着陸地点を決めていかれるんだと思うんですけれども、大きな考え方として今のお話をちょっと総合しますと、大体赤道付近が着陸しやすくて、でクレーターの中が面白そうだけれども、そこの、地形が平らでその数メートルぐらいの大きさの岩がないこと、つまり1メートル以下の岩であれば問題ないということ、それから有機物があるところが面白そうだと、こういう観点で調べていくということでいいでしょうか。そうですね。岩の大きさはですね、やっぱり1メートルでも少し危険な感じがするので、もうちょっとそういう1メートルクラスの岩がない方がリスクは少なくなりますので、なるべくそういうなぜかというと、はやぶさのサンプラーホーンの長さが大体1メートルぐらいなんですね。ですからやっぱりもうちょっと平らな大きなそういう岩がないようなところを選びたい、リスクを下げたいと思います。それから確かに言われる通りで、おっしゃる通りで有機物がある場所ですね。必ずしもクレーターの中が面白いかどうかはやはりきちんとですね有機物があるかないかを確認した上で判断するということになるかと思います。あとそれからちょっと初歩的な質問なんですけども、駒型であるということが一番面白いというふうに吉川先生おっしゃいました。あと、200メートルのクレーターがそれほどこのクラスの小惑星では珍しくないということですと、これを見たときに地形としてちょっと特徴的だなというのを、素人目に見れば上の方にある出っ張りというか岩塊のような気がするんですが、これはそれほど珍しくない小惑星にとって。いえ、これもちょっとまだこの写真からはですね具体的な形がまだ見て取れないので、これ非常に興味がありますね。これ実際どんな岩塊なんだろうというのはもうちょっとレゾリューション解像度の良い写真をぜひ見てですね確認したいと思います。結構この極のところがですね、この解像度の低い写真ですけれども、このように何かこれ壊したらお分かりです。このようになんか溝があって、その先に岩塊があるようにも見えるので、ここがどんな構造になっているかは注目しているところです。あと極の方から縦に何かくぼみになっている、それもはどう、これもですから面白いところで、これが溝なのか、いくつかのクレーターが並んでいるのかですね、それをもうちょっとはっきりと写真で確認したいですね。そのあたりがちょっと注目というか、今の時点で面白いというところでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。では3番目の方お願いします。
NHK の筒井です。今のお話、曲の方がすごく面白そうだということもあるかと思うんですけれども、今、自転軸が非常に垂直になっています。そうすると、到着してからいろいろ探査をするときに、曲の方っていうのは見ることは可能なものなんでしょうか。はい、そうですね、これ基本的には先ほど言いましたように、表面から20キロのところいるんですけれども、少しその場所をずらすことはやる予定です。これははやぶさの時にも一つの場所から上下左右という方向にずらしてですね、斜めの方向から観測をしてますので、多分今回もそのようなことをやってですね、極方向もきちんと観測することになると思います。ありがとうございました。はい、他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。では前の方お願いします。どうもすみません、長山です。先ほどの水野さんの質問にありましたダブルパイルだった時にもというようなご説明あったと思うんですけれども、先ほどの駒型になる過程のところで、ダブルパイルでも駒型になりうるんですか。そうですね、これは逆にダブルパイルじゃないと、一つの大きな一枚岩だと駒型にならないと思うので、ダブルパイルでかつそういうレゴリスがあるという場合に駒型になっていくんじゃないかなと思います。川と同じような形成過程をたどってある母天体があって、それがバラバラになってもう一回集合してという形でできたものと考えられるってことですか。それが一つの可能性ではあるんですけれど、まさにそこがこの探査の一つの大きなテーマで、本当にこれがダブルパイルかどうかというのは、もうちょっと密度を調べるとかですね、表面の詳しい地形を見るとかしないと分からなくて、で何が違うかというと、糸川は S 型で、今回 C 型なので、物質が違うわけですね。その違いによって、もしかすると構造の違いもあるかもしれないので、ここがまさに一番面白いところだと思います。はい、他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。では3番目の方。すみません。先ほどの有機物を探すというあれなんですけども、勉強不足で申し訳ないんですが、どういうセンサーで探せば分かるんでしたっけ。それと今、現状はもう有機物あるらしいということは分かっているようなんですけども、近づいていって、確かにそうだなっていう兆候みたいのは、なんか黒っぽいから分かるとか、そういうのあるんでしょうか。はい、有機物はですね、直接有機物を見るというよりは、含水鉱物ですね、水を含んだ鉱物がある場所を探すということをします。でこれは含水鉱物があるところに有機物もある傾向があるからで、その含水鉱物そのものは赤外線のニルス3という赤外線スペクトルを調べる装置によってですね、3ミクロン帯という、近赤外の波長が3ミクロンという赤外線のところに吸収ですね、3ミクロン帯の光が弱いような兆候がある場所が含水鉱物による吸収だろうということで、まずはこのリュウグウ全体をですね、ニルス3という赤外線分光計で全体をくまなく調べた上で、その3ミクロン帯の吸収がある場所を探します。でそこが、一応有機物が一番ありそうな場所ということになります。もう現状は近づいていってあるないっていうのはそれは分かるわけではないですか。なんか色目とかで分かるんでしたっけ。そうですね。一応現状ですとまだ赤外線のスペクトルはまだ取れてないので、カメラですね。この ONC という光学光報カメラにフィルターがついてます。いくつかのフィルター。そのフィルターの光の可視光の波長の違いによってですね、表面に何かそういう物質的な特徴がないかというのを調べられるんですが、まだ距離が遠くて、もうちょっと近づいてからレゾリューションを上げて見る必要があると思います。じゃあ言ってないけど、じゃあなんで有機物あるらしいっていうのを言えてるんでしたっけ。これは一応このリュウグウというのは C 型の小惑星、これは地上の観測からリュウグウのスペクトルを見ると C 型といいます。その C 型から来ただろうという隕石が炭素質コンドライトという隕石でして、でこれ仮定なんですけどね、C 型と炭素質コンドライト、一応仮定なんですが、一応 C 型の天体から炭素質コンドライトが地球に落ちてきたと。その炭素質コンドライトの中には有機物が確認されているので、というのでリュウグウに行けば有機物があるだろうという、そういうロジックです。
はい、他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。2列目の方お願いし、2番目の方お願いします。フリーランスの塚です。最初これ見たとき、自転軸が垂直に近かったのがすごく意外に思ったんですけれども、当初のその寝ているんじゃないかという予測が外れた原因というか、その何か、今のこの画像を見て、これがその元になって推測がずれたのかなとか、何か分かることがもしありましたら。はい、自転軸が寝てるという当初の予定なんですが、実は予想なんですが、実は当初の予想ではいくつかの方向の予想があったんですね。自転軸の向きとしていくつかの予想があって、一つは寝ている。でそれが一番あり得そうだという予想だったんですが、別の予想だと、立っててもいいよという予想もあってですね、特に全く当初の予想が外れたわけではないんですが、当初は一番ありそうなのが寝てる方向で、その次ぐらいが立ってる方向というので、特にミッションとしては寝てる場合がミッションの組み立てややこしくなるので、寝てる場合を想定して我々は運用を検討していたということになります。で結果的に、実点で立っていたので、これは今後の計画が立てやすくなったということになります。いくつかもともと予測があったということは、もともとそういう何か方法によって随分予測が違ったりしてという感じで。そうですね、これ、もともとこの形が丸いっていうことがあって、これがもっと細長ければ自転軸が地上の望遠鏡の観測ですね、ライトカーブといって、明るさの変化だけからしか分からないんですけれど、推定がしやすいんですが、丸いとやはりどっち向きに回ってるか、こう回っていようがこう回っていようが分からないわけですよね。というので、もともと自転軸が決めづらかったというのがあります。でこれがレーダーの観測ができていれば、もう自転軸がもうボロに分かっちゃったので、悩まなくてよかったんですが、今回、残念ながら事前にレーダーの観測できていなかったので、結果的にいくつかの可能性が残っていて、特に傾いている場合がミッションとしては大変なので、検討していたということです。それと先ほど極地方の方も観測することになるだろうという話だったんですけれども、それはこの例えば上か南極か北極の横の方に降りていって、横のONCW で見ると、そういうふうなイメージで。そうですね、ONCW というよりは、例えば小惑星から20キロのところにいてですね、でまっすぐ見ればその赤道しか見えないんですけれど、ちょっと20キロから例えば上方に移動すれば、斜めの方向から極が見えるという、そういう感じです。探査機の姿勢をガラリと変えることできないので、可能な範囲で傾けるということです。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。では後ろの方お願いします。たびたび失礼します。今回のリュウグウのクレーターについてなんですけれども、クレーター、まだどういうふうにできたのかってわからないということではあるんですけれども、他のなんか隕石なりそういった物質が当たったものであれば、いわゆるリュウグウ固有のものじゃないものをいわゆるサンプルをリターンしてしまう可能性もちょっとあって、その辺は科学的に大丈夫なのかと思ったんですけど、そこについて解説をお願いします。はい、まさにそういう可能性は出てきてしまいますね。でこれはどの小惑星でも隕石の衝突はあることなので、ある意味しょうがないんですが、そのためにもですね、事前のリモ線機器による観測を丁寧に行って、で特に今回、有機物が重要なんですが、そのリュウグウ固有のですね物質がたくさんあるだろうと、例えば隕石がドカンとぶつかってクレーターができると、月なんかは分かりやすいんですが、クレーターから放射状に物質が伸びているように見えますよね。それは明らかにぶつかったために出てきたものですけれど、そういった特徴があるかないかも含めて詳しく調べた上で、リュウグウ固有の物質を探す、あるいはその有機物が含まれているところを探してくるということになります。ました。はい、他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、では一通り質問も出尽くしたようですので、これをもちまして、本日の質疑応答を終わらせていただきます。本日はお忙しい中お越しいただきましてどうもありがとうございました。